パーソナルトレーナーのゆうじです。パーソナルトレーニングのお申し込み、お問い合わせは概要欄のメールからお願いします。運動直後は吸収がいいから食事を取るべきではないという話が未だにこの今現在 TikTok なのでものすごい再生回数が回ってるということを聞きまして、そうなのっていうことでちょっとこれについて話していきたいと思うんですけど、率直に言うと今まだそれ言ってんのみたいな感じですよ。実際僕がこの話を聞いたのはいつだろうね。もう15年、20年前。そのぐらいその話を聞いて、そんなことみたいな感じだったんですけど、これ基本的にはね、その話を聞いてきた人っていうのは、ヨガスタジオからそういう話を聞いて、そういう風にしてるという話だったんですね。ヨガの世界ではそういう風に言うことがあるのかもしれない。ヨガのそもそも発祥というのは、僕らみたいなフィットネスは違うところから生まれたものであるのに、ちょっと考え方が違うというのがあるとは思うんですね。だけどもその違う考え方から出てきたものが、今運動をして体を引き締めたいという人にとって当てはまるかどうかということはね、きちんとね、整理しておかなきゃいけないんじゃないかなと思うんですね。このね、運動直後は吸収がいいから食べるなというね、この吸収がいいってどういう意味なのかですよ。それを聞いた人に僕が質問した時には、いや、それ以上の説明を受けてないんですけど、みたいな感じだったんですね。ただ、受け取った側からすると、吸収がいいから食べるなというのは、そこで食べると体脂肪として吸収してしまって太るから食べるなというニュアンスで受け取っている。そういうふうにも具体的に言われたかもしれないらしいんですけど、これはね、ボディメイクとかフィットネスとは全然違うわけですね。筋トレとか運動と食事のタイミングというのはいつも気になることだと思うので、ちょっとね、これ整理しておきたいんですけど、フィットネス世界では筋トレ後に食べるのは当たり前です。食事は筋トレ後に必ず食べます。それなぜかというと、筋トレというのは筋肉中の糖質、グリコーゲンをエネルギーとして動いていくものですね。だから筋トレをしっかりやればやるほど筋肉中の糖質がない状態、むしろね、一生懸命やればやるほど足りない状態になってくるわけですね。筋肉中のグリコーゲンがない状態では筋トレで疲れた体を回復させることができないので、もしそのまま食べないまま2時間とか3時間とか5時間とかそのままでいると、正直体はだるいままです。そのだるいという時間には何が起きているかというと、筋肉はダメージを受けて回復しようとしているのに、回復するためのエネルギーがないので、もう疲労しきっている状態なんですね。で、この時間が長ければ長いほど筋肉が分解し始めるわけです。1回ではそんなに起きないと思いますが、これが毎日毎日筋トレ後はもう何時間も食べないっていうのを毎回毎回やっていると、体としては激しい運動、そして激しいダメージが体にあるのに回復できないので、このままで筋肉がたくさんあると生き延びることができないので、筋肉を減らそうと思って減らしていくわけですね。筋肉を減らせば糖質が必要ではないので、生き延びることができるわけですよ。だから筋トレ後に食べないというのは、むしろ筋肉を削っていくことにつながってくるわけですね。で、実際には筋トレをしたその直後から30分あるいは1時間後ぐらいまでは筋肉細胞に必要な栄養素を取り込みたくてたまらない時間なんですね。これは言い換えると、筋トレ後は吸収がいいということです。ただこの吸収がいいというのはどこに吸収されるということなのかというと、筋肉細胞に吸収されるということであって、体脂肪というわけではないわけですね。そもそもが体脂肪になるというのはどういうことかというと、筋肉細胞の中に糖質がすでにたくさんあって、筋肉細胞自体がお腹いっぱいの状態なのに、さらに炭水化物を食べると、もう入りきらないので、その入りきらないものは血液中に浮遊した状態になる。それが血糖値が高いという状態ですね。ただその血糖値が高いという状態がどんどん進んでいくと、それは糖尿病という方向になっていくので、それを避けるために体はまず血糖値が高い状態を下げたがるわけですね。ではその血液中の糖質はどこに行くかというと、体脂肪として蓄えられていくという順番なんですね。だけど今筋トレをしたばっかりなので、筋肉中の糖質がない状態。だから取った糖質、炭水化物というのは、どんどん筋肉中に入ってくるということで、むしろ体脂肪にはなりにくいタイミングなんですね。ただその筋肉中に炭水化物を取り込みたいタイミングというのが、今言ったトレーニング直後から30分あるいは1時間以内なので、その1時間まではパチンコでいうこのチューリップが開いた状態ですね。目いっぱい開いた状態で、どんどんここに入れてくれっていう状態なんですけど、それが2時間3時間後になると、チューリップがパカッと閉じちゃうんですよ。全部閉じちゃうんですよ。で、そうすると、いわゆるゴールデンタイムというのを過ぎてしまうので、筋肉中に効率よく糖質を取り込むことができなくなってきて、2時間とか3時間経って炭水化物を取ると、逆に体脂肪になりやすいタイミングになっちゃうんですね。なので、筋トレをしっかりやったその直後に炭水化物、あとはタンパク質を取っていく必要があると。その2つで筋肉をどんどん回復させていく、新しく作っていく作業を早く進めていく。そういう流れになっていくわけですね。なので、ボディービルダーという人の場合には、ものすごくハードにトレーニングをします。それでいて早く回復させたい。
早く新しく筋肉を作る状況に持っていきたいので、とにかく早く筋肉細胞の中に糖質を入れたいわけですね。で、その場合には GI 値が高い炭水化物の方が有利なんですね。だからボディービルダーは、絞ってる最中じゃなければ、筋トレ後に大福とか、そういう甘いもの、余分な脂質がない甘いものを取るという人は結構います。その辺は筋トレと食事の関係ですけども、一般的にその筋トレは食事の前か後かという質問はよく受けるわけですよ。前か後かという問題よりも、筋トレをしたらその直後に食べなきゃいけないという、そこにもう答えがあるわけですね。ただ実際には、その前の食事から考えていく必要があると思います。まず、筋トレをできる時間というのがありますよね。自分にとってはこの時間帯が筋トレができる。筋トレしっかりできる時間。1時間しっかり取れますという時間がありますよね。で、そこを中心として考えると、その筋トレの3時間前に食事をとる。それはもう普通の食事です。肉と魚、そしてお米と野菜があるような、そういった普通の食事をとる。で、そこから3時間経ってトレーニングをする。そうすると、トレーニングを一生懸命やるだけの十分なエネルギーがあるわけですね。で、そういう状態で筋トレを1時間くらいやるとしますね。で、その直後に食べる。ただこの食べるというのが一般で我々のパターンで考えていくと、プロテインとおにぎり1個ぐらい食べるのがいいかなと思います。で、そこで軽く炭水化物も取っておいて、早く吸収できるプロテインパウダーを取るわけですね。そこから2時間後に普通の食事を取っていく。ただこの普通の食事は炭水化物はその2時間前の筋トレ直後に取ってますから、このトレーニングの2時間後の食事というのは肉、魚、野菜があって炭水化物は少なめ。そんな感じで食べるのが、一般の我々の場合には筋トレ前の食事、そして筋トレ、その直後とその2時間後の食事という感じで、筋トレと1回の食事だけを考えるのではなくて、もうちょっと長い時間で全体の流れを考えて、何が効率がいいかを考えていく必要がありますね。あとはね、僕のクライアントもそうなんですけど、一般の会社員の人の場合、19時のトレーニングというのがなかなか難しいんですね。で、ある時には19時トレーニングをしていて、今日は力がね、ちょっとクラクラするみたいな時あったわけですよ。で、話を聞くと、昼ご飯はランチタイムに食べました。12時から1時に食べました。仕事が終わってすぐにジムに来たので、何も食べないで19時にトレーニングを始めた。だけど、それでは運動するためのエネルギーがない状態なので、レベルの高いトレーニングができなかったということですね。だからこれではやっぱり筋肉を作ることに関してはベストな状態ではないので、そういった場合には、会社が終わった17時半あるいは18時にもう会社の近くでおにぎり1個を食べると。それで19時からトレーニングをする。で、そうするともうあとは20時、20時半という時間なんですけども、ここはもう本当にプロテインにこだわらなくても、もう一般のボディビルダーではない社会なので、プロテインじゃなくてももうすぐに普通の食事を食べて23時には寝るみたいなぐらいの方が程よい流れかなと思います。あとはね、食事関連で言うと、未だにね、プロテインを飲みすぎると肝臓が悪くなるから飲まない方がいいということを結構耳にすることもあります。多分少し前もね、YouTube 上でそういうのがちょっとざわついたことあったと思うんですけど、去年ぐらいかな。飲みすぎってどのぐらいかですよ。普通に飲んでる限りでは、1日に1杯のプロテインを飲むくらいであれば、周りにそんな人はいくらでもいますけれども、肝臓が悪くなった人は一人もいないわけですよ。昔のボディービルダーは、1キロのプロテイン、この袋に入った1キロのプロテインを1週間で飲み終わるという人も、結構いたんですよ。それはね、さすがに飲みすぎで、もしかしたらちょっとね、検査では肝臓が悪いという結果が出てたかもしれないです。だけども、一般の人で、1キロを1週間で飲む人、いないですから、もう明らかに体に悪いのは、目に見えてるぐらいの量じゃないですか。そんな人は、いないですよね。あとはね、僕がね、19歳の時にアメリカに行った時に、たまたまアメリカに住んでる日本人のボディビルダーで、石村さんという人がいたんですけど、その人と話をする機会があったんですね。で、いろいろ話を聞いてると、その時のもうちょっと昔の話らしいんですけど、当時はプロテインパウダーがあまり盛んではなくて、とにかく肉を食べる、牛肉を食べるというね、アメリカでそういう流れがあったらしくて、ボディビルダーとして成功するために、タンパク質、牛肉をいっぱい食べようということで、1日5キロの牛肉を食べ続けたらしいんですよ。もちろん脂質も多少ね、やっぱり含まれますけれども、そうすると、全身に湿疹ができて大変なことになったということで、1日に牛肉を5キロはもう明らかに食べ過ぎですよね。どう見ても処理しきれないぐらいっていうのも簡単にわかる話だと思います。今おすすめできる量としては、1食 200g ぐらいの1食 200g ぐらいの鶏肉の胸肉あるいはささみ。それを1日に3回から4回取っていく。4回だとしても1日 800g ですよね。さっきの5キロと比べたら全然少ない量なので、1回に 200g が多いな、それを4回も食べるのっていうのはちょっと多いなっていうふうに、一般的には思われますが、それでもね、1日で 800g ね、さっきの5キロも全然少ないんですね。僕自身は1回 200g が3回、それとプロテインという感じなんですね。筋肉をしっかり作ろうという場合の量ですけどね。僕が一般の人に勧めるとしたら、1食の鶏肉あるいは魚の量というのが女性で 100g、
まあ女性だってちょっと頑張って食べる感じになると思います。で、男性で 150g。で、それを朝から取って、3食はそれぐらいの鶏肉、魚を取っていく。そのくらいの量を取って、かつ筋トレをしっかりやっていくというのは筋肉をつけるためには必要な量かなと思っています。フィットネスとかボディメイクの食事っていうのは、基本的にはボディビルとかそういった大会に出る人たちが、自らを実験台にしながら、いろんなことを試していって、で、その人たちの間で一般的な常識が出来上がってくる。もちろんね、実験結果を踏まえながらいろいろ試していくわけですけど、あとは個人によって体質が違うんで、少しね、やり方が違ったりもありますけども、その中で最大公約数的な常識ができてくるわけですね。で、それは時代によって変わってくることもあります。去年と今年で急に変わるということはないですが、5年とか10年という単位で追いかけていくという必要はあると思いますね。で、ここ数年はですね、サプリメントをあまり多く取りすぎないという傾向があって、取りますけどね、ある程度取りますけど、昔ほどね、ものすごいジャラジャラいっぱい取るということはあまりないみたいですけども、あとは余分な脂質が多くなく、添加物が少ないクリーンな食事という流れがね、大会に出る人の中でもあるようです。だからオフの時期でも闇雲にジャンキーなものをバーッと食べるというのはあまりないという流れになってきてますね。プロテインの方も1キロを1週間で飲むという人は、今の比較的若い人の方では全く効かない話ですけれども、1日に1回か2回くらい飲むという感じかなと思いますね。そういったもうなんか命をかけてやってるような人たちのやってることを踏まえながら、そういうことを一般の人は一般の生活で当てはめながらアレンジしていく。できる限りのことをやれるスタイルで取り入れていくというのがね、我々一般の人が効果を出していくやり方かなと思います。だから食事の常識というのはね、昔と今とではやっぱり変わってくるところはあるんですけれども、そういうことがね、また現れてきた時にはね、ここでいろいろお話をしていきたいと思っています。いずれにせよね、筋トレしたら食事をしっかり正しくとるということは、もう筋トレと同じぐらい大切なことであるということは変わりがないので、食事の方もしっかりね、考えてやっていきましょう。チャンネル登録よろしくお願いします。インスタなどもやってます。フォローよろしくお願いします。パーソナルトレーナーのゆうじでした。